さて皆さん、楽しい食事の後、テーブルに伝票が置かれますよね。ちょっとした緊張が走る瞬間。これ、誰でも一度は経験したことありますよね。じゃあ、これ誰が払うっていう、このすごくありふれた問い。でもね、これって実はお金の話だけじゃないんですよ。そうなんです。この一瞬のやりとりが、実はその国の文化とか、人と人とのパワーバランス、さらには何百年っていう歴史を映し出す鏡になってるんです。面白いでしょ？じゃあ、早速その奥深い世界を覗いてみましょうか。じゃあ、まずは西洋の話からいきましょうか。日本でもよく割り勘のこと、ダッチでなんて言ったりしますけど、このダッチ、つまりオランダっていう意味のこの言葉が、実はものすごく暗い歴史から来てるって知ってました？これね、全然フレンドリーな習慣から生まれた言葉じゃないんです。そのルーツは、なんと17世紀。当時のイングランドとオランダが貿易の覇権をめぐって、もうバチバチにやり合ってた激しい戦争の時代に遡るんですよ。この頃のイングランドは、プロパガンダ、つまり宣伝戦略として言葉を武器にしたんですね。ライバルのオランダをとにかく悪者に見せるために、ありとあらゆるネガティブなイメージを植え付けようとしたんです。で、このスライド見てください。これがね、本当に面白いというか、えげつないくらい体系的なんです。ダッチっていう単語に、ケチだとか、お酒の勢いだけで威張る臆病者だとか、もう本当にいろんなネガティブな意味をくっつけていったんです。まさに国を挙げた一大ネガティブキャンペーンだったわけです。要するに、ゴーイングダッチっていうのは、オランダ人の習慣を描写したものじゃなかったんです。あれは、イギリスが、俺たちはこんなに機嫌がいい紳士だぜっていうために、それに比べてあいつらはなんてケチなんだっていう架空のライバル像をでっち上げるためのプロパガンダだったってことなんですね。さて、そんなヨーロッパのドロドロした対立の話から、今度はガラッと変わりますよ。舞台は18世紀の日本、江戸時代です。こっちでは全く違う文化が花開いていました。日本では割り勘の原型ともいえる割前という考え方があったんです。面白いのはこれが対立からじゃなくて、むしろ都市の洗練された文化とか仲間同士の連帯感みたいなものから生まれてきたっていう点ですね。この割前を流行らせたキーパーソンが山東京伝という人。まあ今でいうカリスマ的なインフルエンサーとかベストセラー作家みたいな感じですね。彼が力をつけてきた町人たちが誰か一人の金持ちにおごってもらうんじゃなくて、みんなで対等に楽しむのが新しい時代のクールな遊び方だぜって提案したわけです。で、これが当時の江戸っ子たちの美意識、粋にものすごくマッチしたんですね。この粋っていうのは見栄を張ったりしないで、さらっとスマートに自立した感じで生きるのがかっこいいという価値観です。だから誰か一人がドーンとおごるんじゃなくて、みんなが対等な個人としてお金を出し合う。これこそが洗練された大人の作法、粋な振る舞いだとされたわけです。いやー、こうして並べてみると、その違いはもう一目瞭然ですよね。まさに革新的な対比です。西洋のゴーイングダッチが対立と侮辱から生まれたのに対して、日本の割り勘は連帯と平等を求める心から生まれた。同じ割り勘という行為なのに、スタート地点が全くの正反対なんです。さて、ここからが本題です。対立から生まれた西洋のダッチと連帯から生まれた日本の割前。この全く異なる歴史を持つ2つの考え方が2024年の現代日本の特にデートっていうシチュエーションでものすごい衝突を起こしているんです。そのリアルな現場をデータと一緒に見ていきましょう。まずは建前というか表向きのデータから見てみましょうか。これ2024年のオーネットの調査なんですけど、若い世代の間ではデート代は割り勘にするっていうのがなんと一番多い答えなんですよ。意外じゃないですか？でも話はそんなに単純じゃないんです。この数字の裏には、実は男女の間に横たわるもっと深くて複雑な心理的なすれ違いが隠されているんですよ。はい、ここで出てくるのが建前と本音の巨大なギャップです。別の調査を見てみると、これがもう驚くほどくっきり分かれてるんです。男性の約半分は割り勘がいいっていう。一方で女性の約半分は、いや、本音を言えばおごってほしいなって思ってる。見事に真二つですよね。
じゃあ、なんでこんなギャップが生まれるのか。これはやっぱり男女平等なんだから割り勘が当たり前っていう現代の片手前と、男性がリードしてほしい、大切にされたいっていう昔ながらの本音とのぶつかり合いなんですよね。さらに言えば、男女の賃金格差みたいな経済的な現実も絡んできて、問題をさらに複雑にしているわけです。で、実際どうなってるのっていう行動データを見ると、やっぱり面白い。建前上は割り勘が主流ってことになってるのに、実際には7割以上の男性が多めに払ったり全額払ったりしてるんです。特に年齢が上がるとその傾向は顕著で、やっぱり男性が払うっていう現実が根強く残ってるんですね。でもここがまたリアルなんですけど、じゃあ男性がいくら払う気でいるかっていうと、その予算実はすごくシビアなんです。なんと7割以上がデートの予算は5000円未満って答えてる。つまり、おごってあげたいっていう気持ちはあるけど、インフレで正直お財布はきついっていう現代男性の切実な葛藤がここに現れてるんですね。このおごりたいけどお金がないっていう緊張関係がネットで定期的に炎上する有名なサイゼリア論争の舵になってるわけです。あれは単なるお店選びの話じゃなくて、おごるっていう社会的プレッシャーと厳しい経済っていう現実がぶつかり合ったもっと大きな社会問題の縮図なんですよ。なんとも複雑な状況ですよね。じゃあ、この歴史を踏まえて、私たちはこれからどこに向かっていくんでしょうか。最後に、この話の結論を考えてみたいと思います。結局、一番大事なポイントはこれだと思うんです。単にお金をどう分けるかっていう話じゃない。西洋のゴーイングダッチが生まれた背景には分断があった。一方で、日本の割り面が生まれた背景には連帯があった。支払い方一つとっても、その社会が人と人との関係をどういうものだと考えているのか、その根本的な価値観が透けて見えるんですよね。だからこそ、最後にこんな問いを投げかけてみたいんです。じゃあ、次からは割り勘にしよう。この言葉って、もしかしたら、究極の現代的なプロポーズになり得るんじゃないでしょうか。つまり、あなたとこれからの長い人生を対等なパートナーとして一緒に歩んでいきたいっていう、そういう意思表示として捉え直すこともできるんじゃないかと、皆さんはどう思いますか？